こんにちは、さゆりです。今回は私の日本語の勉強方法についてお話しします。ちょっと変だと思いましたよね。私は日本人で、日本語の、母語話者、ネイティブスピーカーです。はい。でも、ネイティブスピーカーだからといって、いい日本語が話せるかっていうのは別問題だと思うんですよね。例えば、皆さんの言語でも語彙が豊富だったり、表現が豊かな人、もしくは分かりやすい話をする人っていませんか？私は、そうなりたいんです。私はオンラインで日本語を教えていて、英語も話せます。でも、実は、私、海外に住んでたんですよ。カナダに住んでいた時の私の日本語よりも、日本に戻ってきて3年間過ぎた私の日本語の方が絶対に自然だと思うんですね。ちょっと意味がわからないかもしれないんで、説明させてください。私は、日本語のネイティブスピーカーで、英語も少し話せます。で、海外、日本じゃないところ、カナダに住んでいたんですけど、カナダに住んでいた時は、日常生活の言語、日常生活の言葉は英語でした。で、毎日英語を使って生活して、情報も英語でした。だから、その時、正直、私の日本語は、なんかちょっと英語に影響された日本語だったのかなと思います。今でも私は英語を話すので、西洋の文化に影響はされているとは思うんですけど、今日本に戻ってきて3年ぐらいで、とても自然な日本語になりました。その話す相手によって、言葉や単語をコントロールするのが、楽になりました。英語を話す人だとカタカナっぽい言葉でも通じやすいです。でも全く英語を話さない、英語の影響を受けてない人、ずっと日本に住んでいる人は、カタカナの言葉は、わからないって人も結構多いです。だから日本語で言い換える、もしくは日本語で説明することも日常生活でもよくあります。そういうのが積み重なって、私の日本語は上達している。ちょっと、変ですけど、私の日本語は良くなってるなと思うので、その勉強方法というのを、勉強方法というか、どうやって自分の日本語を、維持しているかを、話したいと思います。まず最初に、私は日本に住んでいるので、インプットする機会はとても多いです。私の友達は結構外国文化に興味があったり、外国語を話す、日本人の友達が多いんですけど、でも出かけた時に店員さんとかカフェで、なんですかね、知らない人の日本語を聞いてインプットします。で、このポイントは、あまり外国の影響を受けていない人の日本語、海外志向じゃない人の日本語を、聞くのはとってもいい勉強になります。こういう言い回しがあるんだとか、こう言うと、すごい日本語らしい表現だなとか、すごく勉強になります。だから、それを意識して、海外に影響されてない人の日本語を意識してインプットするようにしています。で、さっき言ったように私の友達は海外に住んでいたり、あと、海外が好きっていう人が多いんですけど、類は友を呼ぶって言いますからね。友達と話す以外だと、一番簡単なのは、話題の本を読むですね。話題の本を読む。本は、時代を映す鏡だと思っていて、どんな本が日本で流行っているか、話題になっているかは、その、今の時代、日本の、時代がわかるような気がして、私はよく読みます。今から言うことは、もうほとんど皆さんやっていることですね。ポッドキャストを聞きますね。日本語のポッドキャストを聞きます。
あまり海外に興味がなさそうな人のポッドキャストを聞きますね。でも、共感できるポッドキャストは、ケミオさんとか、毒舌アメリカンライフの毒アメさんとかなんですけど、日本語を学ぶ、日本の言い回しをもっとインプットするとなると、日本語のポッドキャストを聞きますね。はい。これも日本語学習者の皆さんと同じなんですけど、辞書で調べます。日本語の辞書で日本語を調べます。はい。で、一つの辞書だけじゃなくて、いろいろな3種類とか4種類ぐらいの辞書を使って、こういう例文があるとか、こういう定義、デフィニッションですね。定義があるとかっていうのを調べます。で、使い方を学びます。皆さん辞書って、同じって思うかもしれないんですけど、その辞書によって、性格というか、特徴があるんですよ。辞書によって書き方、定義の仕方が違うので、見るだけでも面白いです。はい。それがインプットですね。本当に皆さんと同じだと思います。カフェとかで日本人の話を聞いて、本を読んで、ポッドキャストを聞いて、辞書で調べますね。インプットはとても大切で基礎となるところなんですけど、アウトプットは自分の日記を書いたり、メモを書いたりするときにできるだけ日本語で書くことですね。あと、これから始めようと思うんですけど、私はたくさん本を読むんですね。で、その本の感想を日本語で書きたいなと思っています。あとは、話すのが一番効果的だと思いますね。話すのが一番自分の日本語能力をテストするのにいいと思います。日本人同士でも、その状況が違ったり、好きなものとか、生活がすごく離れていたりすると、なかなかコミュニケーションがうまくいかないことがあるんですよ。だからそういう時に他の言葉に言い換える。自分が知ってて相手が知らないものを伝えるのってすごく大変だと思うんですよ。これはとてもいい自分の脳のトレーニングになると思いますよ。だから皆さんもぜひ積極的にアウトプットしてみてください。もし日本人の、先生とか友達とかに自分の国の、文化とか、習慣とか行事、イベントとかを伝えるのはとてもいいアウトプットになると思います。で、例え話も結構大切だと思いますね。例え話があると相手は分かってくれやすいので、その人と自分が両方分かるような例え話っていうのを入れると分かりやすいと思います。でも私も本当にまだまだなので、私は、オンラインで日本語を教えているんですけど、できるだけ分かりやすい説明ができるように日々努力しています。毎日頑張ってます。それで、分かってくれたり、興味を持ってくれたりするのが私のやりがいになるので、はい、楽しいです。じゃあ、頑張って聞いてくれてありがとうございます。はい、今日は私の日本語の学習習慣について、お話ししました。何か皆さんがヒントを得られたらいいなと思っています。はい。そうそう。言い忘れたんですけど、私はドラマを見ないんですよ。多分ドラマも見た方がいいと思います。なぜかっていうと、本だけだと、文字だけの情報ですね。でも、ドラマだと、その動きとか状況とかがあるので、もっと日常生活で使う日本語が出てくると思うので、はい。ドラマはおすすめですね。はい。私の勉強方法でした。皆さんの学習の役に立てば嬉しいです。はい。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあ、またね。バイバーイ。